今日は自民党総裁選第5弾です。連日9人の候補者政策を戦わしてます。それは大変結構なんですが、片一方でメディアが調査をやりまくってるっていう感じですね。そこで一番最近のデータをちょっと私なりにまとめてみましたんでご覧ください。もう誰が自民党総裁にいいかということで、これは自民党支持層だけについて聞いたものですね。朝日新聞ですけど、石破さん、小泉さん、高市さんの順ですね。読売新聞は石破さん、高市さん、小泉さん。日経新聞は石破さん、高市さん、小泉さん。なんと共同はですね、共同通信は高市さんがトップで、石破さん、小泉さん。ということは自民党支持者の中で、小泉さんが落ちてきて、高市さんがこう上がってきてると。こういうのが最近の情勢でありますけど、いつ何が起こるか分かりません。まだ日にちがありますから。で、そこで今日はですね、これまで取り上げなかったこの高市さん、もう一人の女性の上川陽子さん、そして、もう一人の男性、加藤勝信さん、この3人をお話しすれば9人公平に全て話をしたことになりますので、最後にこの3人を取り上げたいと思います。今こちらで見ましたように高市さんが非常に有望になってますんで、高市さんを一番最後に話をします。そして、加藤さん最初にして上川さん、高市さん、こういう順で話をいたしたいと思います。で、この3人ともかつての私の同僚ですし、上川さんなんか一緒に大臣もやったし、それから、高市さんが総務大臣の時、私は都知事でしたからしょっちゅう、国と東京とどうするか、こういう話を2人でやってたことを覚えてます。で若い頃からみんなよく知ってるし、加藤さんも加藤さんの義理のお父さん含めてよく知ってますね。でそういう中で、まず加藤官房長官をやった加藤さんですね。加藤さんについて、お話をしたいと思いますけども、この方の私の評価は茂木さんや林さんと同じで極めて優秀なんですね。東大経済学部を出て、そして、大蔵官僚になって、そして、加藤睦月農林水産大臣の秘書官になった。でそれを機に加藤さんの次女と結婚をして姓を加藤に変えるということであるわけですけども、その後厚労大臣やったり党の総務会長やったりですね、それから官房長官もやったと。菅さんがずっと安倍さんのところで官房長官やって、その後菅さんが総理になったもんです。その後加藤さんが官房長官になった。だから経歴から言ってもですね、経験から言っても能力から言ってももう十分なんですけど、ちょっとやっぱり知名度が少ない、足りない、そしてやっぱり花がないというところが、加藤さんは林芳正さんや茂木敏光さんと同じような感じかなということで、決選投票に残るっていうのは難しそうな感じがします。次に、上川外務大臣、女性の候補として非常に注目を浴びてます。今回ものすごく力が入っててですね、総裁選について語ってるのを見たら、これがおとなしい上川さんかと思うぐらい、相当思い詰めてるところがあるような気がします。で彼女も非常に優秀でありまして、ハーバードにもいたしですね、極めて優秀な女性であります。ただ選挙は弱くて、静岡の選挙区に私は何度も応援に行ったことも覚えてます。それから私が厚労大臣の時に少子化担当の大臣やってたんで、少子化対策どうするか、子育てどうするか、こういう話を上川陽子さんとはいつもやってたんでよく知ってます。だから非常に優秀でおとなしいんですね。でただ法務大臣の時にビシッと死刑執行をやるっていうのは
この芯の強いところももちろんあります。ただ海戦山戦のこの永田町の政治の世界で、上川さんが総理やってみんなまとめるっていうのはちょっときつすぎるんじゃないかなっていうのは私の感じなんですね。で、能力あるし外務大臣であるし英語もちろんできるしですね、ぜひ国を担ってほしいと思うんですけど、ちょっと霞ヶ関永田町をコントロールするには彼女には荷が重すぎると、そういうような感じがしています。そこで、高市さん、非常に今伸びてきてます。で、場合によっては初めての女性首相になる可能性があるんですね。彼女は神戸大学を出てからアメリカに行ってました。そして若い頃テレビのキャスターやったんで、私もテレビやってたんでよく一緒に仕事をしてました。それから、お互い政治家になったからも付き合いがありました。でぐーんとこう伸びてきてるわけですね。トップですから自民党支持者の中ですね。熱烈な支持者がいるってことなんです。じゃあこの高市さんが総理になる時に何か問題あるかなという時に、私なりに友人として率直に感想を申し上げたいと思います。基本的に彼女は安倍政治の継承なんですね。で、安倍派が裏金問題でバラバラになっちゃった。しかしもう20人の推薦人の圧倒的多数は安倍派から来てるわけです。だから悪いこと言う人は、なんだ裏金議員を推薦人に連れてきて高市はなんだ政治改革やる気ないじゃないかと、こういう批判があるんですね。安倍政治のいいとこもあるけれどもやっぱ問題もある。で、特に今朝日新聞なんかがスクープしてて、安倍さんと統一教会とか非常に緊密だったという写真まで出て毎日のようにやってますね。で、高市さんも統一教会との関係っていうのは噂されてますから、この問題がこう入ってきて朝日新聞なんかがキャンペーンを張ると、ちょっと安倍さんのマイナスのところも継承してんじゃないかと、こういう批判が出てくると思います。そして何よりもやっぱ右寄り路線っていう、だから先ほどこの支持率がぐーっと伸びたのはですね、自民党の中で保守的な人たちが「お高市頑張れ」ってこう言って一生懸命押し上げてるということがあると思います。だから右寄りって中身言うと、例えば女系の天皇はダメだと、男系でないとダメだと、それから外国人参政権なんてとんでもないと、それから選択的夫婦別姓、こんなのも反対だと、これは小泉さんとかみんな賛成の人が多いんですね。そういうことがあるんで、この右寄り路線、保守的な人たちは支持する。本当にこの自民の右寄りの人たちは支持するんですけど、若者たち、無党派層、広い範囲に彼女の支持が広がるのかなっていうのが一つ問題なんです。それからもう一つはですね、総理になると外交をやらないといけない。彼女は優秀なんですけれども、総務大臣はやってる。総務大臣ってのは内務大臣、昔の内務大臣みたいなもんで内政ですから、外交をきちんとやったかって言ったらあまりやった記憶がないんですね。そうするとウクライナで戦争もある、ガザでの戦争もある、そしてまた国際情勢が混沌としてきてる。で、アメリカとか EU だけじゃなくてブリックスというグローバルサウスが台頭してきてる。で、そういう中でですね、外国人参政権反対とか言うとですね、もうそのフランスとかドイツの極右と同じで移民排斥するんじゃないかということで、国際的に叩かれる可能性があるわけですね。選択的夫婦別姓の話もそうなんです。それから靖国に行きますから、彼女は。そうするとなんで靖国に行くんだっていう国がまた出てくる。特に近隣の朝鮮半島、それから中国、そういう国との関係を彼女がうまくやっていけるかどうか、この外交政策は私は本当に大事だと思いますから、
初の首相になる可能性あるわけですから、日本初の宰相としてしっかりと外交を学んでいただいてですね、そして日本の国益を守るとともに国際社会の平和と繁栄に自分が貢献するんだと、こういう姿勢を見せてほしいと思いますね。まあ友人の高市さんですからかなり厳しいことを言いましたけど、総理になる可能性が非常に高くなってきましたから、あえて苦言を呈しておきました。ではまた。